皆さん、今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは、日本語を勉強している皆さんと一緒に、夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。もし皆さんが日本語を勉強しているなら、一度はこんなことを考えたことがあるかもしれません。もっと単語を覚えなきゃ。もっと文法を勉強しなきゃ。もっと自然な発音を身につけたい。もちろんそれらはとても大切です。でも今日は少し違う話をしたいと思います。実は日本人がこの人日本語が上手だなと感じる理由は必ずしも語彙の多さや JLPT のテストではありません。N5 レベルでも話しやすいと感じる人もいれば N1 レベルでも少し距離を感じる人もいます。今日は日本人が本当に見ているものについて一緒に考えていきましょう。日本人は完璧な日本語を期待していない？外国人の皆さんが日本語を話していると、多くの日本人はまず嬉しくなります。日本語を勉強してくれてありがとう。そんな気持ちを持つ人が本当にたくさんいます。なので小さな間違いはほとんど気にしていません。例えば助詞を間違えても、敬語を少し間違えても、発音にアクセントが残っていても、それだけで悪い印象になることはほとんどありません。もちろん仕事では正確な日本語が必要になる場面もあります。でも日常会話では正しさよりも伝えようとしている姿勢の方が大切だと感じる人が多いです。実際私のパートナーも外国人ですが、彼が日本語をたとえ間違えたとしても、多くの人はね、彼の日本語は上手だ。日本語勉強してくれてありがとうっていう風にね、言ってくれる人が多いです。なので、正しさっていうよりも本当にね、コミュニケーションを取ろうと努力してくれているかどうかっていう方が大切なのかなって思います。そして一番大切なのは空気を読むことです。日本ではよく空気を読むという言葉があります。これは英語にはぴったり訳せない日本独特の考え方かもしれません。例えば、相手がまだ話したそうなら最後まで聞く。少し疲れているなら話題を変える。相手が遠回しに断っていることに気づく。そんな小さなことの積み重ねです。実は多くの日本人は、この人は日本語が上手だなというよりは、この人は一緒にいて心地がいいなと感じたときに、日本語も自然だと感じることがあるんです。どんなに日本語が上手でも空気を読むことができないと、この人ちょっとね、違う価値観なのかなっていうふうに思って、なんていうのかな。ちょっと話しづらいなって感じたりとか、ちょっと、なんていうのかな。日本の空気を読む文化っていうのをあまり分かってないから、なかなかね、難しいなって
ペースが乱れるなって感じちゃうこともあるかもしれません。なので逆に言うと、日本語が上手だったり、日本語が自然だなと感じる相手っていうのは、空気をね、読むことができる人なのかもしれません。そして3つ目ですが、沈黙は悪いことではないということです。英語ではもしかすると、会話が止まると少し気まずく感じる文化があるかもしれません。でも日本では沈黙は必ずしも悪いものではありません。日本のことわざでも、言わぬが花っていうね、そんなことわざがあります。そうですね。やっぱり少し考える時間とか、景色を楽しむ時間とか、食事を味わう時間とか、そういった静かな時間も会話の一部だと感じる人もいます。なので、無理にね、何かを話さなければと思って焦らなくても大丈夫なのかなと思います。静かな時間を共有できることも日本では大切なコミュニケーションなんです。4つ目、日本語は強く言わない文化。海外でははっきりと I disagree とね、いうことがありますよね。でも日本では少し違う言い方をします。そういう考え方もありますよねとか、なるほどとか、少し違う考えかもしれませんがとか、難しいかもしれません。一見遠回しですが、相手との関係を大切にするための表現でもあります。これは日本が島国であることに由来するのかもしれません。やっぱり島だったりとか村の文化がすごく強いので、時々ね、仲間外れにされてしまうことがあるんですね。村八分にするっていう言葉なんですけど、村八分の意味は 80% はもう、村のねイベントとかに参加できないですけど、残りの 2割、お葬式とね家事かなに関しては、村のねみんなが助けてくれるよっていう、そんなことわざになっているんですが、それだけやっぱり周囲の人との関係がすごく重要だったんですね。もしも、この人本当に、嫌なやつだな、みんなで仲間外れにしてやろうってなったら、本当にその村のみんなは皆さんが困った時に助けません。火事の時と葬式の時、この2つだけしか皆さんのことを助けてくれなくなるんですね。そうなったら日本は島国なので、基本的にはどこかにね移動することもすごく難しいですね。なのでそうやって何千年の歴史の中で相手との関係をねどうやって大切にするかっていうことはすごく重要でした。なので日本語では何を言うかだけではなく、どう伝えるかっていうことも同じくらい重要なんですね。5つ目、日本人が本当に日本語上手と思う瞬間。実は日本人が驚く瞬間は意外なところにあります。例えば、お疲れ様です。失礼します。お気をつけて。お先にどうぞ。こうした自然な一言、あるいは店員さんへの話し方や電車での静かな振る舞い、相槌のタイミング、こうした細かな部分を見ると、この人、日本の生活に慣れているなぁと感じます。つまり、日本語が上手というより、日本で自然に生活できる人だと感じるんです。
そして本当の流暢さとはというところで、最後にね、私が思う日本語が上手な人についてお話ししたいと思います。これまでたくさんの外国人の方にお会いしました。その中でもね、すごく日本語がペラペラな方にもたくさん会いました。そんな中で、じゃあどんな人が日本語が上手かっていうと、もちろん文法を覚えることや単語を覚えること、発音を練習することっていうのもすごく大切ですね。でもそれ以上に大切なのは、相手を安心させることだったり、相手の話をよく聞くことだったり、相手の反応を少し待つことだったり、空気を読むことだったり、思いやりを持つことだったり。日本では流暢さっていうのは言葉だけではないんですね。例えば友達との会話なのにいちいち難しい言葉を使う人がいるとします。それは日本人同士だとやっぱりね、この人は知識をひけらかしたい人なのかなとか、どうしてそういう話し方をするんだろうっていうふうにやっぱり思われるかもしれません。というのも、やっぱりその TPO に応じて話し方を変えるっていうのがすごくね、日本語では多いかもしれないですね。ビジネスの場の日本語なのか、友達との日本語なのか、家族との日本語、年上の人との日本語、全部ね、その状況に合わせて変えられるっていうのが、おそらくね、日本語が上手い人なのかなって思うんですね。やっぱりそう難しい言葉をただ言えるだけっていうよりかは、本当にね、一緒にいて心地がいいなとね、感じてもらえる人だったりとか、あとは自然と笑顔になれる人とか、たとえね、少しの日本語しか話せなかったとしても、日本語で冗談が言える人はすごくレベルが高いなって思います。一回会ったことがあるのは、本当に日本語がちょっとしか話せない人なんですけど、ゆりこさんは、タケノコの山とキノコの里、どっちが好きですかとね、質問されたことがあります。なんでこの人は、そんなね、面白い質問をしてるんだろうって思って、すごくね、笑った記憶がありますが、そんな人こそね、日本人は、日本語が上手ですねってね、感じることがありますね。なので、日本語が上手か上手じゃないかっていうのは、ただ単に、テキストだったりとか、単語帳をたくさん勉強して、たくさん知識を持っている人とは限らないんですね。もちろん、引き出しが多ければ多いほど、たくさんのね、引き出しを開けることができるとは思うんですけど、そうは言いつつ、やっぱりね、結局はコミュニケーションなので、どんなコミュニケーションがね、相手とできるかっていうところの内容がね、すごく大事になってくれるのかなって思います。今日はですね、日本語が上手とは何かについてお話ししました。本当に皆さんのね、目的によっても違うかなって思います。例えば JLPT の N1 に受かりたい方とかね、あとは日本で働きたい方とか、あとは単純に日本で旅行したい方とか、たくさんね、いろんな目的があると思うんですけど、もしね、皆さんが、日本人と自然な日本語が話したいと思うのであればですね、もし皆さんがたとえ単語が覚えられなかったりとか、文法を間違えてしまうとか、そういったことでね、落ち込んでたとしても、あまり心配しすぎない方がいいかなって思います。言葉はですね、人と人をつなぐためのものです。完璧であることよりも、相手を思いやる気持ちの方がずっと大切なのかもしれません。時にはね、話すことよりも聞くことの方が相手はね、
あなたが日本語が上手だと感じるかもしれないんですね。あ、この人、私の話してることを理解して聞いてくれている。そんな風なね、安心感があると、あ、この人日本語できるんだなっていう風に思ったりもするのかなと思います。はい、ということでですね、今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。ということで、またね、次の動画でお会いしましょう。皆さん今日も一日お疲れ様。おやすみなさい。